皆さんこんにちは、チースタジオです。よろしくお願いします。このチャンネルではカメラのある暮らしをちょっと素敵にをコンセプトに機材レビューや作例紹介、あとは 3D プリンターで作ったカメラアイテムをお届けしています。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひ登録いただけると励みになります。先日公開した ZV-E1 と α7C2 とあと α6700 動画を撮るのであればどれがいいのかという動画の最後で、今年の夏は帰省をするので α6700 とシグマの 1850mm で撮ろうと思いますっていうお話もちらっとしたんですよね。もうすぐ帰省で、もしかしたらこの動画が出ている時にはもう帰省しているかもしれないんですが、いざ荷造りをしようと思ってさっきまでやっていたんですけど、結局あれもこれもとなってしまいましたね。で、せっかくなので結局何のカメラを持っていくのか、アクセサリー関連も含めて今日はお話ししようかなと思います。まず今回の帰省はちょっと長めに2週間くらいは帰りたいなと思っていて、帰りの新幹線はまだチケット取ってないんですけど、結構いつもより長めの休暇を取ろうかなと思っています。帰省したらまず地元のお友達に会うと思うので、バーベキューだったりとか花火とか夏のアウトイベント的なものもきっとやるだろうなっていう風な感じですかね。あとは親戚ですね、甥っ子姪っ子に会ったりとか、私の兄弟も全く同じタイミングではないんですけど帰省をするので、夏祭りに行ったりとか朝市に行ってみたりしようかなっていう風な感じですね。それと今年はねぶたかねぶたどちらかは行きたいなと思っています。青森のねぶたか五所川原のねぶた、ちょっとどちらに行くかはまだ決めていないんですけど、そこでもちょっと写真とかは撮りたいなと思っています。で、せっかくなので YouTube に投稿する動画も何かしらは撮りたいなっていうふうには思っているんですが、こういった室内のトーク的な動画ですね、それも撮りたいなとは思ってはいるんですけど、結局帰るといつも友達と遊んだりとかどこか出かけたりとかすることばっかりになっちゃうので、おそらくこういうトーク動画的なものは撮らないかなって思ってます。なので帰省前に何本かストックの動画を頑張って作れたらいいなっていう風な感じですね。とそんな感じで写真を撮る機会自体はちょこちょこあったりはするんですけど、逆に言うとカメラのその撮影のためだけに動く時間はあんまりないのかなという風に思います。誰かと一緒にいる時間のついでに撮るみたいな感じになるんじゃないかなと思います。なので今回は機材を選ぶ基準を先に2つ決めてから荷造りをするっていうことにしました。その2つの基準についてご紹介しようかなと思っていて、まず1つ目が撮った写真をその場で見せてあげられるカメラにしようかなと思っています。家族だったり友達と過ごす時間の写真って後から現像して渡すのももちろんいいと思うんですけど、その場で背面モニターを見せて楽しめる方がいいのかなっていうふうに思いました。そして2つ目が海だったりとかお祭りに耐えられることですかね。海にも行きますし、ねぶたとか立ちねぷたとか見に行く予定なので、砂とか汗とかそういう人混みの場所でも気を張らずに使えるものがいいかなと思っています。で、この2つを先に決めてから機材を見ていくと結構すでに限定されたなっていう感じがしています。本当は M11D とか持っていきたいなっていう感じなんですけど、置いていくことにしましたね。その理由についてもちょっとお話をしようかなと思います。で、最初にというか一番未練が残ったのが M11D で、これは今でもちょっとどうしようかなっていうふうに思っています。最近あんまりライカのカメラ使えてなかったので、せっかくの帰省ならライカ持っていきたいなって思っていて、かなり悩んだんですけど、ただ今回は家族とか友達といる時間が中心で、その場でパッと撮った写真とかを見せてあげられる方がいいのかなと思っていて、撮った写真を、その場で見せてあげられないというか、スマホでは見せてあげられるんですけど、その見せてあげられない尖ったカメラにするよりかは一般的なミラーレスカメラの方が無難だよなと思ってしまいました。あとは、海にも行くので防塵防滴のものが良さそうかなというところで、今回はちょっとライカは諦めようかなと思っています。
続いてはニコンの ZF と 40mm の組み合わせなんですけど、この組み合わせも本当に好きで、今回もかなり迷いました。見た目も好きですし、40mm という画角も今回撮るそのシーンとかにはすごく合うとは思うんですよね。ただ、ズームレンズせっかく持っているなら、ズームレンズ持っていきたいなというところで、今回はちょっとお留守番してもらおうかなっていう風な感じですね。続いてはハッセルブラッドですね。半年レビューの動画も撮ったぐらい好きなカメラなんですけど、今回はちょっと早い段階で候補からは外れてしまいました。というのもですね、2月に撮影で 907X を持って帰省しているので、もう少しいろんなカメラを使いたいなと思ったのと、ハッセルブラッドのレンズは私 55mm しか持っていないので、ズームレンズを使いたいってなった時には、先ほどの ZF と同様候補からは外れてしまいましたので、これも置いていこうかなと思います。で、最後ですね、ZV-E1。これは普段の YouTube の撮影を支えてくれるカメラなので、本当にどうしようかなって思ってたんですが、持っていくとしたら ZV-E1 に2470と一緒に持っていこうと思ってるんですけど、多分室内トークとかはする時間がないと思うので、これもちょっと今回は置いていこうかなと思います。その代わり、もし動画を撮るとなった時のために、今回は他のカメラも持っていこうかなと思っているので、それについてはこの後ご紹介したいなと思います。そんな感じでいろいろ候補を絞っていった結果、最後に残ったのがこの2つの組み合わせでした。1つ目が α6700 にシグマの 1850mm の F2.8。そして2つ目が α7C2 にちょっと今 24mm のレンズがついてるんですけど、こちらのシグマの 20-200mm。正直ここが一番悩んでいるところで未だに決められずにいます。で、まず α7C2 の良さはやっぱり万能さなんですよね。写真も動画も撮れますし、画素数的にも余裕があるので、後からトリミングもできると思います。あとは6700よりも頼もしいところはやっぱり夜間の撮影ですね。ねぶたとか花火も夜なのでフルサイズの余裕はそういったシーンでやっぱり活かせるんじゃないかなと思っています。で、一方でですね、α6700 はとにかく軽いっていうところですね。あとは正直最近私の中でこの α6700 熱がすごく高まっていて、単純に6700を使いたいっていう気持ちもかなりあるんですよね。でもやっぱり決め手になるのはこの20-200の画角でしょうかね。この20-200は前に海外旅行の動画でも使ったいわゆる旅レンズですね。今回お祭りとか花火とか、あとは姪っ子甥っ子を少し離れたところからちょっと撮るような場面だと、望遠は正直あった方がいいよなっていうふうに思ってしまって、というか最近ちょっと望遠レンズに関心がまた出てきたっていうところがありまして、でも6700を使いたいのであれば6700に1850と20-200のレンズを2本持っていけばいいんですよね、多分。というわけで今回はやっぱり6700やっぱり使いたいので、6701台に1850と20-200を持っていこうかなと思います。レンズは2本でシグマの 1850F2.8 と20-200で、1850が換算で27から 75mm 相当で、20-200mm が換算で30から 300mm 相当になるので、この2本で広角から望遠まで一通りカバーができてしまうんですよね。しかも α6700 であればさっきお話しした2つの基準にも当てはまっていて、片手でまず構えられますし、モニターを回して撮った写真とかをその場で見せてあげられますし、海とか、お祭りでも比較的気を張らずに使うことができるんじゃないかなと思います。α7C2 もちょっと正直未練はあるんですが、今回は6700で楽しんでこようかなと思います。そして持っていくカメラはさっき一つだけと言いましたが、もう一つ DJI の Osmo Pocket 4P もちょっと忍ばせていきたいなと思います。こちらのレビュー動画はもう公開されているかとは思いますが、
こんなに小さいのに綺麗に動画が撮れてしまうので、動画用のカメラとして持っていこうかなと思います。今後旅行に行く予定もあるんですが、せっかくならいろいろ試してみたいということで、こちらも使うのが楽しみです。さて、ここまでお話ししてきましたが、続いてはカメラ以外に何を持っていくのか、カメラ関連のものをご紹介しようかなと思います。まず最初に大事なのがカメラバッテリーですね。とりあえずある分 ZV-E1 と α7C2 のバッテリーを外して持っていこうと思います。それから充電器ですね。私はアンカーさんのものを使っています。こちらはカメラのバッテリーだけじゃなくて iPad もスマホもこれ一つでまとめて充電ができるようになっています。そしてあとはモバイルバッテリーですね。私はアンカーのプライムパワーバンクというものを使っています。お祭りとか花火だと夜まで外にいることになると思うので、カメラもスマホもこれで充電したいなと思います。そしてケーブル類ですね。こちらもアンカーのケーブルになります。この電源周りのものは一つのポーチにまとめてそのままバッグに入れていこうと思います。続いてはデータ周りですね。まずは SD カードですね。私はプログレードかネクストレージのものを使っていて、今回は2枚持っていきます。そして iPad も持っていこうかなと思います。これはバックアップの目的もあるんですけど、どちらかというと作業したり、せっかくなので、考え事とか iPad でのモデリングソフトの勉強もちょこちょこしたいなと思うので、書いたりとか調べたりできるように持っていこうかなと思います。続いてはクリーニング関連ですね。私が必ず持っていくのはブロワーとレンズペンと、あとはクリーニングクロスの3つですね。海に行くとどうしても砂とか潮風で汚れると思うんですよね。あとはお祭りだと人混みなので気づかないうちにレンズの前玉を触ってしまったりとか、あと汚れもつきやすいと思うので、これは忘れずに持っていこうかなと思います。続いては三脚類ですね。まずはソニーの純正のグリップ三脚です。これはほぼ毎回リュックに入れて持って行ってます。自撮りにも使えますし、そのまま置いて写真も撮れるので、これはあると便利なんじゃないかなと思っています。それと今回は普通の三脚も持っていきます。ピークデザインさんのものですね。これは正直持っていくかどうかちょっと迷ったんですけど、今回花火大会があるので、せっかくなら撮ろうかなと思って持っていこうと思います。そしてストラップですね。私はいつも2本持っていくようにしています。肩掛けができるタイプとリストストラップのタイプですね。どちらも私は PGY テックさんのもので、カラーはグラスグリーンで揃えています。基本的に多分リストストラップを使うと思うんですけど、一応肩掛けできるものも持っていこうかなと思っています。そして最後は AirPods ですね。これは新幹線の中とか移動中に音楽を聴いたり、ポッドキャストを聞いたりするのに使っています。私が持っているのは Apple の AirPods Pro 3ですね。そして最後に今ご紹介したものを入れるバッグですね。今回は PGY テックさんのワンプロウルトラライトバックパックを持っていきたいと思います。以前レビュー動画を公開したんですが、20リットルのものを使っているんですけど、とっても軽いですし、荷物もたくさん入るので、今回もたくさん使わせていただこうかなと思っています。今回の規定ではこのリュックとスーツケースで帰る予定で、衣類とか大きいものはスーツケースに入れてしまって、カメラ関係とか移動中に使うものだけをリュックにまとめるという分け方にしようかなと思います。そんな感じで帰省する際に持っていくものについてご紹介をしてみましたが、今ご紹介しているものについては概要欄にリンクを掲載しているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで今回は約2週間の帰省に持っていく機材についてお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。一応カメラは α6700 の1台だけで、レンズはシグマの 1850 と 20-200mm の2本で、あとは電源周りとデータ周りとお手入れの小物と三脚、それから iPad と AirPods という中身になりました。カメラに関して言うと、やっぱりちょっと夜間の撮影どうしようかなっていうところがあるので、α7C2 は正直まだちょっと未練があるので、
もしかしたら出発の日の朝にこっそりバッグに入ってるかもしれません。持っていかないとお話ししたカメラたちも結局持って行ってしまっているかもしれませんが、今の時点ではこの機材でのんびり帰省を楽しもうかなと思います。またこっちに戻ってきたら帰省動画も出したいなと思っているので、そちらもぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです。皆さんだったら今回ご紹介した機材ならどの組み合わせで帰省をしますか？ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。それでは今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録いただけると嬉しいです。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひ登録いただけると励みになります。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。